小籔さんが一番好きなお料理で、これしいたけのシチリア風、はい、ブルービーさんいきます。どれを食べても美味しいですね。一つ一つすごい丁寧な思いのこもった味でね、夫婦揃って本当に大ファンです。食べたら多分失神します救急車呼んできます私がおすすめするのは日本橋にありますイタリアンレストランのガフーリオさんです。ガフーリオさんは1000円前後のランチが食べれるんですけど、すごいお料理が綺麗で、もう今は行列ができてなかなか入れないんですけど、繊細なお料理と本当に美味しいスパゲッティと美味しいパンとたくさんいただけるので、はい、ここはもう週1回は必ず行ってます。で塩コショウします。で強力粉を片面にだけでパンをオーブンに入れます。で軽くオイルかけるとちょっとパリッと仕上がりますのでで野菜をボイルします。その間にソースを作ります。でフライパンは煙出るまで温めて、これ2種類のバルサミコソースを、こちらがもう一般的なあまり熟成されてないバルサミコと、こちらが10年熟成のちょっといいやつ入れて、でここはケッパーの花のつぼみ、バターを入れます。でトマトを入れます。これを煮詰めます。薄く、でそこに粉をつけた方ですね。酢を飛ばすのでちょっと強火で置いておいて、でこのぐらい軽く煙が立ってきた時に裏がこんな感じがちょうどいいので、こっちソースはこのぐらい煮込んで、これもっと煮込みます。でフォアグラを裏返して、これでフランベします。で蓋をして余熱で火を通して、このぐらいになったらこれソースが完成です。で言ってる間に野菜が青森にんにくにエキストラバージン浸したやつに
こにニンニクの香りをつけます。これをしないと全く美味しくないので、はい、これをしてでここにオクラとさつまいも、かぼちゃ、ズッキーニ、レンコンざっくり切ってこのぐらい切ったらこれをここにのせ、これでちょうどいい感じで、これを半分にこの焼き目ついてる方だけこっちはまた別の料理に使いますので、こうして煮詰めます。レモンしてこれも必ず、ドルチェのプリン作る時みたいな感覚でこのぐらいとろっとなったら、これトマトとケッパーとバターと2種のバルサミコ、これがフォアグラと抜群の相性なんでのせて、で上からこうかけて、エキストラバージンですね。これもこれ一番最後にここのめちゃくちゃうまいです。はい、これです。これで完成です。上がサンマ、その時期によってイワシとかアジとか、キノコのソテーをキャベツでくるんで、その上にサンマをのせて、で塩コショウして、で皮を表面炙って、で香草パン粉を振りかけてオーブンで焼いたお料理が、はい、これはもう小籔さんが一番好きなお料理で、しいたけのシチリア風、はい、これの今日のお客さんでもこれを食べに来るお客さんがいますけど、しいたけに、ガーリックバター、シンプルですけどオーブン入れてちょうどしいたけが柔らかくなって、これもめちゃくちゃ美味しい、はい。サンマの変な臭みをこれで取れます。で、生で食べれる新鮮なサンマなんでこのぐらいにして、これもさっきと同じようにこのままオーブン入れると素材が表面がパサパサになるので、必ずオイルでコーティングしてあげます。これも同じようにもうしいたけの軸の部分を切ってそこを細かくして、でしいたけ味して、これ軸ですね。でそこにガーリックバターに、香草4種類入ったパン粉、これをかけた、これも最初の前菜でのシンプルなお料理で、これも全く同じように必ずこれはオーブン入れるときはもうどの料理にも共通してこれをしないとカッサカッサになるので、はい。もう小籔さんが来られたら必ず注文されるんですか？そうですね、小籔さんはこのしいたけのシチリア風と、野菜のブロードスープ、それとシンプルなペペロンチーノ、この3つ数豊セットって言ってます、はい、本人にはよう言わないですけど、はい、
で通常野菜のブロードスープ若干ベーコン入るんですけど、全くお肉召し上がれない方なんで、はい、そこをベーコン取って、誰と来られても一人で来られても必ずその3品は、だから小籔さんのファンの方は遠方からこの3つを食べに来られる方むちゃくちゃ多いですね。そうなんです。はい、小籔さん来られたら必ず座られる席ってあるんですか？小籔さんは他の方と違って入ってきはる時も結構他の方はこのマスクしてサングラスしてで帽子深くかぶって「お前そんな有名ちゃうやろ」っていうような人もそんな格好してくれるんですけど、もう小籔さん個室案内しようと思っても「いやもう僕はどこでもいいです」ってこの身長でもう何にもせずに普通にこうやって入ってくる姿がもうめっちゃかっこいいですね。はい。半生でも新鮮なやつなんでこのぐらいで。これは触ってこう柔らかくなってれば、どんどん火入れすぎるとどんどん縮んでくるんで、はい、これぐらいがちょうど美味しいですね。これはその前に仕込んでたやつで鶏のもも肉を平げてそこに巻き寿司みたいに野菜を詰めてでくるくるって巻いた、これも前菜の一つで、はい、いつもはこんなに準備しないんですけどだいたいお客さん来られてでそこから作っていく感じなんで、本当にうちは仕込みがないお店というか、はい、今日はちょっと仕込みしてみようかな、はい、あとはこれを向こうに渡して料理の先生の斉藤優斗様が、やめてください、師匠お願いします、今後やりと初めて来たらこれぜひ食べてほしいなっていうのってあるんですか？さっきお見せしたんですけど、しいたけぜひガーリックの香草バターも適当にかけて作ってるので、ぜひぜひ食べていただけたら嬉しいです。バッチリです。野菜ブロードスープに使うブロード。
ードスープに使う玉ねぎを飴色にしたやつ、トマト乾燥させたやつですね。ちょうど今からオニオングラタンスープ作ります。自家製のパンにハッサン、ここシュレッド、あとグラタン皿2つちょうだい。グラタン皿にオイルを塗って野菜をブイオニオングラタンスープにのせるチーズをのせたパン。4名様なのでパンを4回にして。スープです。これはあらかじめピザ生地伸ばして仕込んでおいた4種チーズのピザです。4種チーズ4種ピザです。ガーリックバター。黄身をチーズレーサン追加お肉らのド
マット。開いて。リゾット8分まで火を入れたやつ。食べたら多分失神します。しそうです。救急車呼んできます。チーズ。チーズ。はーい。完成。お父さん。はい。これはラムの背中のロース。うちよりも全然美味しい、食堂チャコっていうイタリアンのオーナーさん。あ、そうなんです。うちの100倍美味しいです。はい。チャコさんの素晴らしいところ、はい、前うちにお客さんが来たんですよ、はい、でなんでうち来たんですかって聞いたら食堂チャコっていうところのオーナーさんにうちなんか来なくていいからバフリオさん行きなさい同じ同業者なのにそれを言ってくれることに僕は感動して、はい、お客さんに全員に言ってますうち来なくていいからチャコさん行ってくれ、はい、めちゃくちゃいい人です、はい、業態が違うかったら、美味しいって言います全く同じイタリアンでしかも難波で、そうです、すぐ近くなので斉藤さんこれ渡します
ぜひうちは取材もらっていいんで、茶子さんをテーブル A さん行きます。明日はこれすだちでなくてレモンの。自家製のベーコンです。テーブル B さん行きます。オープニングのこのお店のスタッフだったので、そうなんです。なので、
ずっとそこからお邪魔をさせていただいてます。ではお誕生日おめでとうございます。嬉しい、ありがとうございます。お店の一番いいところはもう料理が美味しいのはもうもちろんなんですけど、もうチーフはじめもうスタッフの方がもうほんまにめっちゃいい人で、でも料理ももう毎回お腹いっぱいになるのがもうほんまに悔しいぐらい美味しくて、もう一つ一つすごい丁寧な思いのこもった味でね、夫婦揃って本当に大ファンです。できたら、テーブル B さんのお誕生日なんで、あ、わかりました。同じようにして。わかります。はい。もしよかったら。ありがとうございます。料理が美味しくて、でこのお店の雰囲気もいいし、スタッフさんもオーナーさんをはじめとしてめちゃくちゃいいんですよ。なのでそこからはもうリピーターにそうです。でこの間は25周年の、パーティーも来させていただけて、とりあえずどれを食べても美味しいですよね。もうワインも美味しいし、もう何回でも来たくて、なんかね10回来たらねもらえるんですけど、はい、お誕生日。皆さんがすごい温かくて、本当に大好きです。斉藤さん、ちょっとあさり確認して。長崎の宝珠豚、全くの無菌の豚なんですよ。だから全く生でも食べれるんですけど、火の入れ方好みがあるんで、僕は今ぐらいの生が好きなんですけど、ちょっと女性2名が入ってるんでちょっとだけ。ただお客さんはやっぱり豚肉は火を通さなくちゃいけないっていう概念がずっとある。そうです。はい、出す時はきちっと説明するんです。
して11,000円。まあ席下げといて。食べ終わってはないですよ。普通盛り90、大盛り140で、はい、うちランチは大盛り無料なんで、パン食べ放題、コーヒー飲み放題、それで900円なんで。六田のおかみさんもおっしゃられてたんですけど、はい、もうこの料金でこのクオリティでこの量ってありえないですよね。今月か今週いっぱいで締めるべき。閉める閉めちゃうんです。さんレモン。藤井さんお呼びです。じゃあお願いします。はい、じゃあ、ここのお店の魅力は落ち着いた空間でのやっぱ、美味しいお料理が一番の魅力だと思います。で、一番おすすめはやっぱりこのパスタ、もちろん全部美味しかったんですけど、やっぱりパスタが一番美味しかったです。店主が遊び心があって、そういうなんか楽しめるっていうか、ワクワクするような仕掛けがたくさんあるところですね。なんか抽選で1ヶ月のなんかパスタの無料とかそういうのやっておられる1回当たったことがあって、パスタが非常に美味しいですね。値段もすごいリーズナブルですし、大盛りにしても同じ値段やし、すごくお得感があるっていうか、そういう感じですね。お店で人気のもちろんメニューですとか、はい、こうおすすめのメニューあると思うんですけど、同じシーン、今これ食べてほしいなっていうのがあるんですか？それはもう季節何年目とか関係なくてシンプルにペペロンチーノです、はい、これだけイタリア料理店たくさんありますけど、案外シンプルなペペロンチーノを置いてるお店ってほんと少ないんですよ。まあニンニクと鷹の爪だけで
美味しいのを作ろうと思うともう本当に料理人の腕が一番試されるんで、だから一番通って緊張するオーダーでもあって、で一番通ったら嬉しいオーダーだからペペロンチーノって通ったら必ずどんな人かなと、もうそれだけでちょっと心奪われるみたいなところはありますね、だから余計にその来られてペペロンチーノとワインだけとかペペロンチーノとお水だけっていうオーダーは一番いいですね。だからそれに応えるようにうちこれペペロンチーノ専用の湯煎なんですよ、でこれ普通のパスタで、これ塩分の入れ方が全然違うんで、こっちでペペロンチーノを作っても全然美味しくなくて、ペペロンチーノは瓶製の方が塩分は濃いんですか？そうです、ペペロンチーノ以外の料理はやっぱりその素材から塩分が、アサリにしても何にしても野菜にしても塩分が出るんで、そこは塩分を控えめ、だからペペロンチーノの方が濃いとかいうよりかは、ペペロンチーノが普通でこっちを薄め、うちはパスタ作る時塩を使わないんですよ、そこが他の店と一番違うところで、胡椒とチーズだけで味付けするような感じ。塩はもううちは一切使わないです、ここにはもちろん塩入れますけど、もう仕上げはもう胡椒だけです。ペペロンチーノを作る上で集中する瞬間ってどこでですか？やっぱり低温でニンニクと鷹の爪火を入れて、で白いニンニクが徐々に火が入ってきて茶色くなって、それをほったらかしにするともう真っ黒に焦げるんですけど、そこの色の変わる瞬間お湯を入れて上がった温度を一旦冷ますんですけど、ここが一番緊張する瞬間というか、そこを過ぎてしまうとペペロンチーノでもちょっとニンニク焦げたようなペペロンチーノやったら全然美味しくないんで、白っぽい生のニンニクでも美味しくないので、そこをうまくすればそんなに難しい料理やっぱ難しいですかね普段やったらこれしながらってできますけど、ペペロンチーノが通るとちょっと緊張するんで、もうきっちりうちの場合は5分3秒と5分4秒、1秒でちょっと違う。ペペロンチーノの場合は5分4秒で、そのパスタの場合は5分3秒で、こっちがソースが多かったら早めに揚げてそこの中で火を通すんですけど、ペペロンチーノは何もソースがないので、もうここをきっちり守って、オナが思うここは特別やっていう名店を教えていただきたいんですけれども。まずそばは手張り、ラーメンは空海、イタリアンは食堂茶子、生かまぼこ、80かまぼこ、この4店舗はおすすめですね。で、シュハリさんは10割そばがもう抜群に美味しいです。僕福井出身なんですけど、福井のどのそばよりもシュハリさんの美味しいです、ね、ハッサン。ごもっともです。でラーメンは、シンプルな塩ラーメン、イタリアンでいうペペロンチーノみたいな感じなんで、僕はペペロンチーノラーメンって呼んでるんですけど、これもシンプルでめっちゃうまいですね、ハッサン。イタリアンはチャコさん、うちよりももう何百枚って美味しいです、もううちは来なくていいんで、ぜひぜひチャコさんお願いしますね、ハッサン。おっしゃる通りです。最後は生かまぼこ、なかなかない唯一無二の美味しいかまぼこで、ウッフドロワイヤルっていうのが看板メニュー、かまぼこの概念が変わりますね、これもかなりおすすめですね、ハッサン。最後は